盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回は五葉松の夏場の管理の注意点ということでやっていきます。五葉松、黒松でも五葉松でもやっぱその夏場っていうのは他の時期よりかやっぱ枯れやすいので、結構気をつけた方がいい時期ではあります。それをちょっとずつ順を追って説明させていただきますと、まず最初水やり、水やり。五葉松のその水やりでいうと意外とね乾きに強かったりする上に結構熟湿りっぱなしでもいけないことはないという、黒松よりかはその水管理が余裕があるというか、安全な幅が広いというか結構黒松に比べたら枯れにくいです。それでも夏場30度超え出したらやっぱその水は黒松ほどはいらんでもちょっと多め、黒松と一緒にかけてもいいぐらいですね。湿り気その熟々しとっても割と調子が悪くなることが少ないんでしっかりやるというには変わらないです。もう30度超えたら1日2回そうですね、午前中と午後になるべく日中にしっかり湿らしとくぐらいの方がいいですね。でこの五葉松はこっから下、僕の指から下が黒松なんですけども、こっから上が五葉松、どういうことかというとものすごいもっとちっちゃい時に、こういう一目をねこの一目を継ぎ穂を黒松の細い苗上切って裂いてこれを刺して黒松に無理やりその五葉松を接ぎ木ですね、接ぎ木してこれが下が黒松の五葉松というんでこれなんですけど、これ結構強いです。で水もそこそこでいけると。でもこちら見えますかね、こちらの大きい五葉松は種からのついでない五葉松なんですけども、この子の水やりでいうと結構葉っぱがね水をやるとね長く伸びやすいんで、夏場でねその調整するってね水が少なかったら枯れるっていうのがあるんで難しいんですけど、水あんまりあげすぎない言うたらちょっと怖いな。でもちょっとね黒松とかこっちの五葉松よりかちょっと少なめにして葉っぱの長さを短くしたい時はするっていうのもありますけども、水を少なめにして短くするっていうのはとても危険な方法なんで、そういうことするのは慣れたうちで、それまではちょっと長く伸びてもいいからしっかりやるというような方がいいとは思います。水やりはそれぐらいで、あと害虫やっぱその春から暖かい時期になりますと害虫とか菌とかいろいろ出やすいんですけども、黒松はよくね虫とか菌がつきやすいんですが、五葉松はなぜか虫とかねがあんまりつかないんですね。代表的なところで言うと毛虫とアブラムシで、毛虫っていうのはもうこの葉っぱを食べる、バリ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 、もう場合によって毛虫の食べる噛んでる音が聞こえるぐらいバリバリ食べるんですけども、せいぜいそれぐらいで葉っぱ食べられたぐらいではその新芽が生きてたらそうは枯れないんですけど、見た目は悪くなるんですけどね。あとアブラムシっていうのはこの葉っぱじゃなくて幹と枝のとこにびっちりついてね汚らしい感じになるんですね。それも多分樹液とか葉っぱからなんか栄養分は吸い取ってるんだろうとは思うんですが、吸い取ってもそんなにねダメージないんですね。それがびっしりついとるから言って枯れるっていうのは僕はあんま見たことないんで、よくついとるなという見たことあるんですけど、それで枯れるっていうのはあんまないんで、気持ち悪かったらスミチオンっていう薬殺虫剤系なんですけど、そんなんがあるんでそれを800倍から1000倍ぐらいで散布してやればいいかなと。しなくても直接ちょっと手で取るでも何でも
手で取るのは毛虫なら簡単に取れるけど、アブラムシはめっちゃびっしり湧くんでね、そんなん気になるようになったら薬剤散布の方がいいかな。それでもそんなに気にしなくていいです。もう黒松に比べたらもうここはもう全然もう何にも予防しなくても意外といけるのが五葉松だったりもします。はい、あと古葉取り、この今8月今日8月1日なんですけど、これぐらいの時期になったらね、これパッと見て古葉どれかかなり分かりにくいんですけど、古葉ってねちょっと、古葉じゃない今年出た葉っぱの周りに、古葉あるんですけど、古葉はちょっと黄色いんですよ。で今年出た葉っぱは綺麗な青々とした色なんですけども、これ境目がね結構分かりにくいんです。プロはもう一目瞭然で分かるんですけど、初心者の方には意外と分かりにくい。でこれをねこうやってね指で取って取れんことはないんで、こうやってね古葉取ると、これ見えませんよね、こんなんね。こういうふうに取るんですよ。引っ張って取れるんですけども、他のと比べて取るとちょっとすっきりするんですけどね、目がしっかり分かるような状態なんで、これが古葉が気になる時期なんですね、8月頃。でもこの作業ってその引っ張り方をちょっと失敗すると、この古葉がついてるところの皮がベロベロって剥がれやすいんです。この時期夏場っていうのは。秋ぐらいになったらもうかなり皮が剥がれにくい上に、もうこの古葉の色がもっと悪くなって、そのひっついてる力も弱くなって本当にポロポロって落ちるんですけども、それ以前も夏に取りたくなったとなったら、この引っ張って取ると皮が剥がれやすいので、すごく気をつけた方がいいです。で剥がれるのが嫌な場合は、この古葉の付け根のあたりでよく切れるハサミ、先の尖ったようなハサミで切って取ってやると。で葉っぱがちょっと、これが全部が葉っぱだとすると、この辺で切ってやったらここちょっと残るんですけども、もうすぐ赤くなってポロポロ落ちるんで、それはもう皮が剥がれないぐらいの感じでもポロンと落ちるんで、だから安全なのはこの時期取りたかったらもうここで切るみたいなね、ハサミで全部大変ですけど、もう指でこうやって取るにしても、その葉の伸びてる方向に素直にこう引っ張ると、これを逆にこう引っ張ると皮がもう簡単に剥げます。だったらそこからダメージがあってもその枝が傷むみたいなのがあるんで、古葉取りやってやれないことはないんですけども、慣れてない人は秋まで待ちましょう。大丈夫だと思う人は気をつけながら、取るなり、どうしても取りたい人はハサミで切り取るとか、そんな感じで、気をつけて、目立つ頃なんですけども、古葉が取りたいと思ってもちょっと慣れてない人は我慢しましょう。はい、針金ね、針金掛けはこれも割とできます。ただ針金掛けってちょっと古葉取りもする必要があるんですが、古葉をこうしっかり取って、なんなら今年の葉っぱもちょっと取るぐらい取らないと、針金掛けすると結構ね、針金って結構先の方まで巻きたいんで、古葉も取って新しい葉っぱも取って巻くってなるんで、さっき言った危ない作業も含めたさらに危ない作業なんで、もし夏場できんことはないけども、する方はかなり気をつけてやりましょう。で枝もあんまり、針金となったら結構枝切ること多いんですけど、大きい枝を切った後はその油合剤、その切った後パテみたいな貼ったりとか、そのペースト状のその木の断面を守るみたいな薬を塗って、ヤニがドバドバ出るのを防ぐようなことは冬よりかはした方がいいですね。ヤニが出やすいんで、もうすごく水が今栄養分とかヤニとかがねすごく活発な時期なんで、もう切ったらヤニがもうドバッと出ますんでね、もう人間でいう出血と一緒なんで、そういうとこはちゃんと防ぐようにヤニが出過ぎないようにカバーはした方がいいです。だからこの2つはできるけども気をつけましょうという感じですね。あと植え替え、
植え替えも黒松と違って芽切りしてないんでできんことはないと思うんですけども、やっぱ夏の暑さ結構厳しいんで、根をしっかり植え替えするとなったら切らないやっぱり意味がないんでね、諸説あるんです。夏結構植え替えできますよって、こういう未生御用でも8月とかいいですよっていうのを聞いたことあるんですけど、そんな危ない時期にせんでも、もうちょっとどうせするんだったら、僕だったらそうですね、1月2月とかそれぐらいの方が安全かなと思いますね。結構この未生御用なんかは植え替えるたんびに枝が枯れるみたいなことも結構あるんでね、植え替え相当注意が必要です。だから夏に厳しい季節に無理するぐらいだったら、もう葉っぱのもう芽もしっかり締まってる1月2月ぐらいの方が安全かなとは思います。こっちは結構ね強いんで、もうちょっといける頃はあるかもしれないですけど、この未生御用はか弱いんで、だいたい僕この子のは2月5月ぐらいの植え替えが意外といいんかなと。5月も暑いですけどね最近で、一番良くないと思ってるのが植え替えでいうと3月4月ぐらい、ちょっと今夏場の管理から話それましたけど、植え替えは、なるべくは夏は無理にしなくてもいいんじゃないかなというふうに思います。あと夏場のこれ日当たりという話なんですけども、水やりがすごく大事なんですが、五葉松って水やりも夏場に関して大事なんですけども、それと同じぐらいまではいかんにしても結構大事なのが日当たりなんですね。だからこの子でもうちなるべく影になるようなとこ置いてるんです。今8月の時点ですけど。でこの子は日当たり強い、この子に未生の種からの五葉松に比べたらこっちの五葉松は強いんですが、それでもこれちょっと分かりますかね、ここちょっと赤くなってるんですよ。こういうのが葉っぱがね日光で焼けてる跡なんですけども、やっぱ南向きのあたりが結構葉っぱが焼けるっていうんですけどね、そういうことがよくあります。なんでこれ水かけがなんぼしてもね、日光はやっぱり一日中すごいのが当たったら焼けるんで、そういう時はこういうね、日当たりの悪い場所に置くか、こういう寒冷車っていうんですけど、これちょっとこうやって僕が見えるか見えないかぐらいちょっと光通すんですね。これが 80% ぐらいの寒冷車、80% 遮光する寒冷車、ここまでいかなくてもここまでしてもいいかな。この子に関しては、種からの子に関しては全面これする必要はないんですけど、南向きぐらいはこれでちょっと防ぐとかね。でこの子ついでる御用も強いんですけど、この子もしてもいいかなと。基本夏場は言うたら御用松日当たりの悪いところか、日当たりの悪いところに置けないんだったらこういう寒冷車、こういうのを使ってなるべく日当たり悪くすると。でうちの畑五葉松よくあるんですが、もう年中日当たりが悪くてもジュクジュクしてるとこの子でも意外と元気だったりするんで、冬でもね日当たりが悪かったりするんですけど、それでも元気なんですよ。だから五葉松って基本高山植物のようなもんなんで、なるべく涼しいところ置いた方がいいかなと。もうそこばっかりはもう水やりではどうしてもいけない範囲になるんで、夏場は特にこの日当たり大事になってきます。夏場だけちょっと薄暗いところに移すとか、そんなんもいいと思います。今回五葉松の夏場の管理の注意点というんでご説明させていただきました。これいろいろ大事なんですけども、やっぱり基本はもう松はもう盆栽どれでもですけど、水やりと、あとちょっと日当たり気をつけていただいとったら、この辺は枯れるっていうところにはそんな直結しないんで、怖かったらしなければいいだけなんで、ただもう水やりと日当たりだけはもう常日頃のことなんで、この辺りは特に注意していただきたいなと思います。はい、じゃあ本日は以上です。北谷養成4代目北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。